感情が0よりは上か下に動いたもの、なるべく上なら上、下なら下、嬉しい、悲しい。日本の学校に通ってなかったからちょっと形がわからない。ある意味妥協するっていうことも必要になってきて、結構完璧主義の人って結構苦労するっていうか。Hello! Hello! 私そういう風に聞いてもらってますか？また川上さんと浦田さんが来てます。漫画家チャンネルのプロ漫画家浦田です。はい、どうも。今回絵描きチャレンジをやりたいんですけど、さっきヤンキーの話があって、私のイメージと川上さんのイメージはどう違いのか、知りたくて。そう海外と日本でも多分違うと思うし。っていうか海外にヤンキーいるの？わからんね。まあでもやんちゃはかなりいるんだけど。よし、書いてみます。書いてみましょう。手袋を使ってもいいかな。手汗が全然いいですよ。引っかかっちゃいますね。ああ、そっかそっか。汚したらね、本人がヤンキーみたいだから全然いいよ。どれだけ切れるか分かんない。汚してくれていいんだ。さっき拭いたんだからなんだったら。だからこそでしょ。だからこそ汚したらそれまでは汚れてたんだ。全身描かなくてもいいよね。バストアップぐらいでいいんじゃない？バストアップぐらいね。まず丸書いて。顔ですか？どこだろう、ここは。全く分からないね。結構でも人によってさ、描き方とか描き順とか違うよね。違うよね。顔のパーツでもさ、どっから描くって人によって違くない？違うね。あ、バストアップでいいのに。全身書いてる。これの方がなんかイメージがなるほど。になるかな。男の人、女の人、なんかどっちか。男でいいか。かっこいい、やっぱヤンキー。かっこいい。ヤンキーっていうのがかっこいいなんだっつうか。かっこいい。いや、自分の思うかっこいいヤンキー。私プロクリエイトの使い方ちょっと覚えていなくて。ああ、俺らも最低限ぐらいしか考えないから。プロクリエイトで本気で絵を描いたことはない。やっぱネーム、ちょっと軽めのネームとかは外で描くときにちょうどいいからそれ使って。ああ。これヤンキーっぽいのか。本当に普通の生徒もね。だんだんなってきましたね。最初あれ書いてたらちょっと不安だった。これでしょ？髪の毛ね。なるほどね。それがね、もうアイコンみたいなとこだから。すごいなんかちぎりパンみたいな。やっぱ日本の学校に通ってなかったからちょっと形がわからない。学ランね。こうどうなってたんだ。川上さん、高校生の時ヤンキーでしたか？ストレートだね。ヤンキーでしょう。この見た目なんだから。ヤンキーじゃなかったといえばそれは嘘になるけど。やっぱそうじゃん。それでもさ、自分でさ言うことじゃない。そうね。なってからさ、私はヤンキーですって言わないよね。足がでかいや全然。なんでこんなに大きくなったんだ。大丈夫。逆にかっこいいっす。どうですか、浦田君。このヤンキーは。いやでも思ったよりって言うと失礼だけどうまいよね。ああ。最初の丸書いてる時は本当心配だったから。そう。何ができるのか。どうやってそれが絵になるか。いや正直私もちょっと心配だった。で必ず目つきが悪いっていうか。そうね。まあヤンキーキャラクターが好きだから、川上さんがファミリアンとか、でヤンキーとか書いてるんですけど、浦田さんがその馬が好きだから、馬みたいなキャラクターを描いて、何か後悔とかありました？なんかすごい後悔。そのレースで何匹も描かなきゃいけない時になんで馬のテーマにしたんだと。それはめちゃくちゃ大変だ。いやでもね、ヤンキー漫画も大変なのが、大人数での対決がめちゃくちゃ大変。結構モブじゃないじゃんあれって。結構みんなメインキャラだったりすると、全員そのアシスタントに書かせるわけにいかないから、あれを全部一人で下書きしてってなるとあれは大変だよね。じゃあやっぱどんなテーマでも大変なところがありますよね。数が出てくるってなるとやっぱ大変ね。俺ほんと人見開きにさ100人ぐらい書いたことあるもんね。マジ？よし、こんな感じです。大体本当にアバウトだけど、イメージはこんな感じです。なるほど。ちょっと雑すぎのかな。全然もう結構ちゃんとヤンキーの特徴を捉えてるから逆に川上さんこれを超えられるのかって話だよ。おお。でもね好きだからね超えますよ。超える。お願いします。じゃあ書いていこうかな。お願いします。はい。結局ねアマチュアかプロかが分けるより好きか好きじゃないかが分けるから。よく言うよね好き。いやそう絶対好きである必要はあるんだよ。音楽の漫画だとなんかギターの趣味だったってすぐ分かりますよね。そう。
じゃあ川上さんが言っているファミレスはいつもヤンキーが集まってるんですかね？いやあれはファンタジーだからねうるさいなと思って、うん、漫画のテーマにしたんだ。いやあれはもうだからファンタジーだし、うん、なんだったらこうヤンキーってもう今いないでしょ。日本でもいないんですよ、ね、もう80年代とか暴走族とかね扱った頃のヤンキー漫画みたいなキャラクターってもうキャラクターっていうかそういう人種ってもういないからやっぱそれもなんか漫画の一つのいいところは懐かしくなる。あ、はいはいはい、もういないものがまたなんかそういう文化が楽しめるように、うん漫画家と海外でなんか絵描き勉強してる人の一番大きな違いがとにかく描き終わらせる方がなんか大事、ああそうね。で多分海外で体の形、本当に正しく描きたいから、それ一生懸命勉強して多分そういう人もいる。漫画はそれを集中するより書いて終わって、出版社そうだから本当に多少デッサンが狂ってようがなんだろうが、やっぱり完成させてお話として面白いかどうかっていうのをやっぱり編集さんは見てるんで、そうね、なんだっけザッカーバーグも同じようなこと言ってなかったっけ。完成させるより完了させろみたいな。おーいいね。なんかそんなニュアンスのことを言ってましたよ、完璧じゃなくても、ね、そうそれは思う。何より終わらせることまず週刊連載なんか1週間で終わんなきゃもう乗らないんだからね、ある意味妥協するっていうことも必要になってきて、結構完璧主義の人って結構苦労するっていうか、体壊しちゃうとか、いつまでも作品仕上げられないとか。なるほど。ゆっくり自分のペースで描いてる漫画家はいるんですかね。どうなんだろうね。まあ同人誌とか書いてる人とかはその締め切りって自分で決めなきゃいけないから、そのペースをね自分で決められるっていうのもあるんじゃないかなとは思うけど、まあただ同人誌でねプロより儲けてる人もいっぱいいるから、もう何をもってプロとするかみたいな話だけどね。そこも完成度を優先させるともう漫画家っていうよりアーティストみたいな。あ、そうね。アーティスト気質の人は結構完成度。なるほど。私もYouTube で絵描きの勉強してた時に体の正しい描き方とか、そういう言葉でいつも検索してた。でも実は多分漫画はそれより話とか、そうだよね、雰囲気とか、そうですね。まあ、それにすごい有名なめちゃくちゃ売れてる漫画家さんの絵を見ても、まあ、狂ってるところはいっぱいありますよね。そう全然そうだし、僕なんか本当めちゃくちゃ下手なのにそれでも全然デビューもして連載もできてるんで、ある程度だから何が起こってるか分かる絵を描ければ。漫画はアートだけどアートだけじゃない。そうですねかっこいい。ヤンキーは思ったよりイケメンのイメージですね。やっぱりね、日本の漫画だとクローズとかワーストとか高橋宏先生、あの人のやっぱり絵が好き。まあでもラフに描いたらこんな感じじゃないですか。リーゼントじゃないってことね。そうね、俺もリーゼントに描いちゃうからね、ヤンキー描けて。そうだよね、記号だよね。だからはい、こんな感じです。ありがとうございます。はい、すごい。はい、こんな感じです。私のイメージのヤンキー、大体ヤンキーって目つきが悪いと、こういう髪型とズボンの大きさ、これは大事だと思ってヤンキー描いてみたんですけど、こんな感じですね。私が教師だったからその視点から見ると、なんかあっちで悪いことしてるかもなと思ってたんだけど、川上さんの視点からかっこいい、イケメン。まあでもね、間違ってないっていうか、全然これもヤンキーだし、記号がねどうしても多いし、まあその人の中で例えばこう好きか好きじゃないかっていうところが割とそれを細分化する鍵だったりする。例えば若い人が演歌聴いた時に全部一緒に感じるみたいな、全部どれ聴いても同じような演歌、だってそれは興味ないから。でもおじいさんたちが若者が聴いてる曲聴いた時に
全部同じに聞こえる。あそれはなんでかっていうと興味ないから。ヤンキーの愛が入ってないような。だからヤンキーに興味ない、まあ別に好きじゃない、ってなるとどれもまあこんな感じでしょうっていうところに同じようなところに収束してくるんだけど、やっぱり好きだとここはこう、例えば髪型はこうリーゼントよりこっちの方がかっこいいとか、こうアイテムはこういう風に着こなしてた方がかっこいいとか、後ろ毛があった方がかっこいいとかなんか、眉毛こんな感じとかね、が多分変わってくるんだろうなっていう。だから上手い下手じゃない、そのやっぱり最初に言ったように好きかそれ以外か。じゃあ例えば多分私はヤンキーが主人公な漫画は多分描かないと思うんだけど、もしかしたら私が好きなキャラクターがヤンキーと戦うシーンがあったら、何かアドバイス、その愛がちゃんと入れられるような、どうしたらいいですか？理由があるわけじゃないですか、なぜ戦うことになったかがあるわけ、だからこれが誰でもよくて記号的にヤンキーを持ってくるのはあんまり良くないと思う。この人がヤンキーである必要がある、戦う相手としてってなったら、自分の例えばこういうヤンキーに学生の頃迷惑かけられたとかっていう憎しみ、もうこいつにこそ主人公はやっぱり勝ってほしいっていうような像で作ると、これも一つの愛の形だと思う。その、なんだろう、自分が情熱を注いで、作ったキャラクター、主人公が倒すことによって主人公もさらに上がる。このどうでもいいやつ、なんかその辺の街で絡まれたら、なんか嫌だなぐらいの記号でヤンキーが2人出てくるっていうよりも、倒すそのなんだろう、なんていうの、カタルシスがあるし、っていう風に配置したヤンキーなら多分愛を持って描けると思う。この人はヤンキー、そしてどんな人なのかを考えてもっと描きやすくなる。そうね。だからどんな人だからヤンキーの方がいいかもしれないですね。ヤンキーが後の方がいいかもしれないですね。例えば僕が真面目にこうね、授業を聞いてた、前の席で僕の机に持たれてタバコを吸ってた、これは嫌じゃない、だからこそこいつを倒したい、だったらヤンキーで正解。だけどそこが別に誰でもいいんだったらヤンキーである必要はないし、それでヤンキーを出しちゃうと多分記号的になっちゃうのかなと。結構深い話っていうか、もう結構プロのそうだね、要求の話をしてるんで今。この漫画読んでる人はどんな人なのか全然わからないし、もしかしたら自分もヤンキーだし、気にせず帰っちゃったら自分がちょっと嫌な気持ちになりますよね。まあ全然それでいいパターンも多分あると思う。その使い方を逆にこうしてみて、なんかギャグ漫画とかね、その外しに使ったりはできるかもしれないけど、まあでも結局やっぱり好きなものとか、その感情がゼロよりは上か下に動いたもの、なるべく上なら上、下なら下、嬉しい悲しい、なんか憎しみとか喜びとかっていう振れ幅が大きい方がやっぱ書いてて好きだから乗るし楽しいし、ムカつくならムカつく、絶対倒したいって思えるし、っていう風に作るといいかもしれないですね。すごいアドバイスありがとうございます。いえもう少し深く話を考えてあげた方が全体的に漫画が良くなるかな。まあなんせ主人公のためにいいっていうことですよね。主人公が最終的に目立てばいい。そしたら楽な敵倒すより強い敵倒した方がいいじゃん、自分がムカつくやつ倒した方がいいじゃんっていうのがね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ヤンキー、まあところでヤンキーがいっぱいいるファミリアンっていう漫画を書いています。それはAmazon とかで買えます。漫画家チャンネルっていうのも2人でやってます。浦田さんも川上さんがいるので、それも登録してお願いします。あと Twitter どうぞ教えてください。漫画家チャンネルの Twitter もやってます。で僕の個人のツイッターもやってますんで、リンクをどこかに貼ってもらってるんでお願いします。あとは浦田さんのツイッターもどうぞ。どっかに貼ってあるんで同じこと言ってお願いします。バイバイ。バイバイ。唐突に終わるんだよな、いつも。